コバエとは何か？一般的な誤解と真実。イントロダクション。コバエとは何か、その生態や特徴。一般的な誤解と真実について深く理解するために、この動画の探求を始めましょう。コバエといえば、一般的には小さな飛び回る生物、というイメージがあるかもしれません。しかし、実際には、コバエについての一般的な誤解と真実には、驚くべき事実がたくさんあります。この動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、コバエについての深い理解を得ていきましょう。コバエの基本的な特徴。コバエってただの小さいハエじゃないのだ。その見方は一部正しいけど、実はコバエは特有のライフサイクルと生態を持っているの。例えば果物や野菜、そして他の食物の腐敗を好む傾向があるの。これはコバエの幼虫が腐った食物を栄養源として利用するからなの。その他にもコバエはとても短いライフサイクルを持っていて、幼虫から成虫になるまでの期間は数日から1週間ほどなの。それぞれのコバエの種類によっては特定の環境条件下でのみ生存できるものもいるのよ。一般的な誤解。コバエは汚い場所にしかいないって聞いたことあるのだ。それは一般的な誤解ね。コバエは確かに腐敗した食物を好むけど、それは生息地が必ずしも汚いというわけではないの。清潔な家の中にも果物や野菜があればコバエはやってくるの。これはコバエが果物や野菜の上に産卵するからなの。それにコバエが汚い場所にしかいないという考え方は彼らの生息地の多様性を無視しているわね。実際にはコバエは森林、草地、都市地域とかいろいろな環境で見つけることができるの。それらの場所で彼らは食物、水、適切な温度、そして繁殖のための場所を見つけることができるからなのよ。コバエと病気の関係。コバエは病気を運ぶって本当なのだ。コバエ自体が病原体を持つわけではないけど、食物や廃棄物に触れることで病原体を運ぶことがありえるの。だから食物をきちんと保管して清潔に保つことが大切なの。食物や廃棄物に触れたコバエがその後に人間の食物に触れると病原体がうつる可能性があるの。でもそれはコバエだけじゃなくて他の多くの昆虫も同様なの。だからコバエだけが病気の原因だと考えるのは間違いよ。まとめ。コバエの正確な知識を持つことで、私たちは彼らとの共存をより効果的に管理することができます。そして、日々の生活において清潔さを保つことの重要性を再認識したことでしょう。コバエという生物についての理解を深めることで、我々の生活環境をより良く、そして健康的に保つための戦略を立てることができるでしょう。さらに、コバエが実際には私たちの生態系の重要な一部であり、その存在が地球の健康に貢献していることを理解することも重要です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。